者800馬力の宇野山さんね。明日から公開だそうで。いやよく間に合ったもんだ。毎度のことながら奇跡としか言いようがありませんな。どんな監督のどのような演出スタイルをもその細部に至るまで完璧に再現し、劣悪なスケジュールをものともせず納期までに必ず初号を上げる男、業界の陰に生きる裏演出家。いや噂には聞いておりましたが、こうして実際にお目にかかることになろうとは。本来なら一席設けるべきなのでしょうが、ささやかながらもこうしてスタジオを構えておりますとは、これでなかなか仕事の話しましょうか。実はスタジオ800馬力がその総力を挙げて制作を開始したアニメ映画「トーキングヘッド」。しかしこの作品は現在巨大な暗礁に乗り上げていた。企画立案者であり作品の総責任者でもあった監督マルワレイが謎の失踪を遂げてから半年、その行方は現在に至るもようとして知れず、迫り来る納品期日と莫大な違約金の恐怖の前に事態を収拾すべくこの私を召喚した。と、まあそういうわけです。制作スタートから約1年、2ヶ月後には公開が迫っているというのに、私の手元には絵コンテはおろか脚本のそれも初稿すら存在しておりません。確かに私としても彼にかけておりましたし、彼もこの作品には期するところがあったようなので、待てるところまで待ち、待てなくなっても待ち、もうダメだ、これ以上待ってももう待つ意味すらなくなるぞという時点を過ぎてもなお待ったのですが、全ては虚しかったと。それにしてもよく待ったもんだ。制作の鏡だ。腹渡にくり返っておりました。普通そうですな。にくり返っておりましたが、今日はダメでも明日、いや明後日にはきっとびっくりするような仕掛けを持って登場するんではなかろうかと。いや実を言ってついさっきまで未練ですな。しかし諦めました。もう待ちません。一体何を期待するんです？それがわからないからあなたにお願いしている。彼はあの怪獣極まりない作風を捨て、この作品で新生面を切り開く予定でしたし、周囲もそれに期待しておりました。彼が何を考え、何を目指していたのか、その内容を具体的に探り実現していただきたい。それもあくまで彼の作品として。つまり彼の作風を否定しつつ、しかも紛れもない彼の作品を捏造しろと。できますか、そんなことが。もちろん。半金で500万。残りは初号の終わった後ということで。半田原君も詳しいことは彼から、それからその名刺はいわば映画への片道切符でして、帰りは自力でというのが映画のルールですから、一つよろしく。
あらかじめ言っときますが、あまり期待せんでください。もう一通りのことは終わって、これから何かが始まるとか、新たな展開があるとか、誰も思っておりません。どいつもこいつも、始まったものは必ず終わると思ってやがる。ごく自然に川が流れ、季節が巡るがごとく。冗談じゃねえ。終わらせるためにはもう一度始めなきゃならねえって。俺の仕事はいつもそこから始まる。そのために来たんだ。それは大変だ。撮影と編集は外ですが、それ以外は中におります。他の連中には明日以降順次引き合わせますが、まずは脚本だな。じゃあそういうことで。待ちに待った監督さんだ。もう遊んじゃいらんねえぞ。お疲れどした。作画監督はお隠れになってます。質問。今度の監督さんも逃げちゃったらどうなるわけ？ついでにデスコも逃げちゃったらどうなるんですか？調子乗んじゃねえ。言われた通り失踪した時のままにしてあります。それからこれを。テーマ曲のピアノスケッチです。形として残ってるのはそれだけでして、唯一の遺留品というとこです。いや助かるよ。これでとりあえずの幕を上げられる。
翌日、私はデスクの半田原と共にライターの伊藤の仕事場を訪ねた。で、レイさんとは企画の立ち上げからそう3ヶ月ほど付き合ったかな。結局本は上がらなかったけど彼自身がボツにしちゃったから。そこら辺を一つ。つまりね、今にして思うにレイさんが目論んでいたのは一種の恐怖映画だったと思うんだけど、これがまあ。あなた SFX 好きですか？嫌いですな。レイさんもそうでした。例えば僕がこういうことをするのをひどく嫌ってました。映画はその内部にドラマという合理的空間、すなわち疑似的な現実を想定するからこそ、こうした行為が奇異で特殊なものであり得る。早い話、今こうして喋っているこの場面が映画を見ているお客さんにも体験しるであろうリアルな現実感を伴っていなければ、こうして自分の腹渡いじくり回している僕はただのアホにしか見えませんからね。トーキングヘッドです。えらく古典的ですな。かつては映画それ自身が脅威であり恐怖であり、いわば魔術そのものでした。およそ信じがたいことですが、当時の人々はスクリーンから微笑みかける赤ん坊に驚嘆し、爆心してくる機関車を前に大混乱に陥ったそうで。結構な時代だったわけだ。演出家は飯の食い上げだが。脚本家もです。しかしそんなナーバスな時代は長くは続かなかった。束の間の栄光と没落、その笑顔だけでは受けが取れなくなったガキがお愛想を振りまくように、捨てられかけた女がテクニックに走るように、映画もまた技巧を凝らし始めた。しかし見る欲望をエスカレートさせ、もはや無感動に達しようとしている視線に、これ以上何をどう見せようと所詮はたかが知れている。それでさまざまな試行錯誤の果てにようやく手に入れた秘密兵器、究極の必殺技、物語ですよ。手品やトリックにとって変わって共通のルールとなり、映画に現実を蔓延させた物語を解体し、逆にスクリーンから現実を放逐すること。あの人はルールのないゲームをやろうとしていたんだよ。正確に言えばルールを作りながら遊ぶゲーム。映画にあらかじめ存在するルールなんてない。だって作られた作品がそのままルールになるのが映画なんだから。アニメも同じだと？当然です。アニメは先行する実写作品を模倣し、追体験することで映画になったんですから。生まれたばかりの怪物は物語という新たな魔術によって生まれ変わり映画になった。しかしその時から映画はより自然な、よりリアルな世界、つまりより現実的な世界の創造へ向かい、その内部から不合理な、不条理な、非現実的な行き当たりばったりの世界を放逐し始め、魔術そのものとしての映画は急速に忘れ去られていった。
あの人にはそれが我慢ならなかった。物語の器としての映画ではなく、映画という物語をいかに忠実に語るかが問われていると。なるほど。お分かりいただけた？それはすごい。それでボツになったシナリオは？面積で論理的な構造を獲得しつつ、しかも連続殺人事件をモチーフとした第一級の推理劇でした。あの人が失踪する数日前だったが、メモリーから煙のように消えまして、あるいは本人の仕業だったのかも。どうします？僕まだこの作品に拘束されてますけど。あ、それともクビですか？映画のラストはハッピーエンドでなければならないと？終わることができれば何でもハッピーだと思いますが、それにいずれフィルムは変色し摩滅し燃えて溶けてなくなる。あの人のレイさんの口癖でした。気に入りました。本を続けてください。ふざけた男だ。盗まれたなんて見えすぎた嘘かましやがって。あれは鼻から上がっちゃいませんね。まあいいさ。どうせこんな話他に書き手も見つからん。しかしこんなことやっとってどうにかなるんですかね。映画制作ってのは犯罪と同じだ。どう巧妙にカモフラージュしてもその手口や経過から動機が割れる。制作意図ってやつがな。今回のように未遂でも、いや未遂だからこそあちこちに証拠を残してるはずだ。はあ、つまり公認の監督であるあんたは探偵ってわけですか。探偵依頼者の希望は未遂に終わった犯罪の完全な遂行であって犯人の逮捕じゃない。あれは個人的動機を持たぬ犯罪者、つまり殺し屋みたいなもんさ。お呼びで。だるまさんが来るんだ、だるまさんが来るんだ、だるまさんが来るんだ、だるまさんが来るんだ。なんですかこれ。本をあげるまでのつなぎだ。印してから半年、前途金はおろか中間金まで使い果たし、予告ぐらいあげには資金繰りもままならんだろう。よくご存知で。演出以前に制作そのものを成立させるのも渡り演出の仕事さ。納品は3日後。明日にもアブタブできるよう手配してくれ。一つ質問してもいいですかね。ああ、予告と本編は別物だとはいえ、ストーリーも定かでない映画の予告が可能だと。あらゆる映画の予告は実は映画そのものの予告であるに過ぎないし、それが優れた予告の条件でもある。
予告は単に予告であることのみによって成立する。違うか？なるほど。やな、ふざけやがって。動画と仕上げのツッコミの用意、それに撮影と現版の段取りだ。あ、そうだ、ハンさんさ、カッティングどうします？寝ぼけてんじゃねえ。天板にブツ乗ってるのは現版前の一回こっきり、ネガゲンのみのオール差し替えに決まってんだろうが。シネからタイミング拾ってシート上で音に絵合わせるから、アブタボに絵はいらねえ。従ってフィルムもいらねえから編集もいらねえ。またさん、ゆめちゃん。おはようございます。800馬力のハンダーラですが、しじみさんを。大体音響や編集がなんつうか考えてくださいよ。いつも俺ばっかりさ、本当に。それは俺が話してるから、お前は仕上げの外注を抑えろ。結構なものはとっくに逃げちまっていやしねえってだろ。お前は見学者か？いなけりゃ身内袖で塗るだけよ。女房でも何でも呼べ。馴染みのコンビニの姉ちゃんも見れべ。面白いな、あんちゃん。社長の家族も呼ぶか？ん？もう呼べ。すぐ呼べ。今呼べ。絶対やめろ俺は。お世話になっております。アンダーラですが、監督。オモニバスのしじみさんですな。私、停滞していた映画が再び動き、動機を与えられた人々の状況がにわかに劇的な様相を帯び始める。がしかし、にもかかわらず、映画を制作することは常に単調な経過そのものに他ならない。その単調さを覆い隠すべく、人々は衆を頼み、技巧を凝らしつつ、しかし結局のところ何をすればいいのか分からず、舞台の上で退屈な愚劇を演じ続けることになるのだ。その無統制な舞台上で、ただ監督だけがその監督という役割ゆえに出演者たちを秩序づけるという困難な演技を要求されるのだ。舞台の袖でほくそ笑む悪意にまみれた真の演出家に操られながら。等しくこの映画という語劇の渦中にあって前任者は一体何を見たのか。作家とキャラの打ち合わせやろうか。大塚どうした？いや、それが今日も。噂通りだな。電話には金輪際出ず常に所在不明、誰もその姿を見たことのない幻のアニメーターか。よくご存知で、せめて人目なりとこの目で見てみたいと俺も常々。制作補佐のお前がそんなんだから舐められるんだ。アパートに隠れて出てこねえのはやつはドア蹴り破って。まあいいさ。キャラ後にして色をどうするか決めとこうか。映画的制度は常に一つのことをイデオロギーとして要求してきました。本当らしさ、リアリティ。それゆえにかつての観客はモノクロ画面の作り上げたリアリティからなかなか離れようとはしませんでした。カラーはリアリスティックな内容の物語には馴染まないという認識が色彩映画の実用化の後にも多くのモノクロの名作を生んだのです。恩寵を受けて輝
でけれど時代の真相は全く逆でした。そうモノクロムで描かれた真実の映像に先んじて現実は常に色彩に満ち溢れていました。今も昔も映画が生まれるはるか以前から人々が信じようとした世界こそ実は技術が生み出した虚構に他ならなかったのです。1927年アーバート・カルマスは RBG の補色である黄、マゼンタ、シアンの3色に刊行するネガフィルムの開発に成功。映画への色彩の呪いは現実のものとなりました。真実という仮面に塗りたくられたテクニカラーという極彩色のペンキ、その毛早厚化粧を肌色の輝きに似せる努力はしかしあの秩序あるイデアを現実のまがいものに変えるだけの報われぬ戦いに過ぎませんでした。映画は自ら創造した神聖な王国を同じ方法で同じ技術で台無しにして顧みることはなかったのです。一方、まず何よりも見せ物として生まれたばかりの色彩映画は現実に存在している事物の色彩を無媒介に再現するだけでは不十分であり、人工的に処理されそれ自体強度を持ったものとしてスペクタクルに加担しなければなりませんでした。美しい色彩を再現した映像それ自体は映画を時代の寵児たらしめた物語に何ら寄与することのない絵画的映像に過ぎず、色彩をフィルムの説話的行為の内側に組み込みドラマの動機づけとして活用するためには時代が暗黙のうちに共有していた映画的視線の成熟を待たねばならなかったのです。もう一遍言いましょうか。色をドラマの重要な素因として機能させるためには先行する作品群を必要とした。そう言いたいんだろう。そう、黄色いリボンに赤い靴。あ、今はなきソビエト大使館の赤い旗。だが色彩映画の栄光は長くは続かなかった。カラーであることが状態になるにつれ色彩は動機であることから背景へと後退し、子宝のさりげない発色が色彩の最後の神話にとどめを刺した。解決黒ずきんが白ずきんになり、しかし紫ずきんになったその時シリーズの終末は忍び寄っていたんだ。罵声の声で拍手しつつそのことに気づいていた子供が一体何人いたというんだ。いつだって映画は目先の新規な贈り物と引き換えに大事な思い出を捨ててきたんだもの。ほんとバカだよね。で前任者の具体的なプランは？言葉通りにやらせてもらうさ。言葉にならない色はごめんだと。色気がありそうでなさそうな話。例えばこう言ってんのヒロインから。結構。それで始めてくれ。監督さん知ってるかい？生まれたばかりのテクニカラーに待ってましたと飛びついたイタリア系のアメリカ人。ウォルト・ディズニーそういや物語をアニメーションに引っ張り込んだのもやっこさんだったか。俺たちの宗家にはふさわしかろうぜ。こらやっぱりペプシだ。そうっすよね。いいんですか？映画の中ぐらい色から自由であってもいいさ。それにフィルムはいずれ変色し摩滅し燃えて溶けてな。フィルムはいずれ変色し摩滅し。伊藤だ。
小林民子28歳、凄腕の演出助手、通称白身の炭鉱。私の優秀な生徒であり、ペアを組んで数々の視線を超えてきた両友でもある。事態の複雑さを予感して最後の切り札とも頼む彼女を呼び寄せたことが、後にさらに複雑な状況を招くことになろうとは、神ならぬ身の私には知り得ようもなかった。早速だけどいいかしら。始めてくれ。まずプロデューサーの宇野山だけど、かなりのやり手だけにこの業界には敵も多いみたい。監督問題がこじれにこじれ、配給すら正式には決まらない状態で、どうやって現場を支えているのか誰に聞いても謎だそうよ。金払いは良かったがな。なぜあれほどまでに、それもよりにもよってあのマルアレーに執着したのか。謎といえばそっちの方がよほど謎だけど。あのがつくのか。聞いてみる？彼と彼の作品について書かれた評論は全て揃えてみたけど。いや、どうせ俺たちの仕事の役には立たんさ。映画評論家には2種類の人間しかいない。アニメが嫌いな評論家とそうでない評論家。アニメを見ない評論家と見る評論家だ。半田原源33歳、デスク歴8年。その腕を見込まれてアジプロから移籍。肝臓、膵臓、腎臓および心臓に持病あり。田原俊樹29歳、進行歴5年。セルの横流しで某スタジオをクビになったところを宇野山に拾われて入社。半田康夫22歳、元レスラー。半年前に募集広告を見て入社。色指定の安田綾と通夜、年齢不詳、自称ソーセージ。3年前某プロ某作品でキャラクターの肌をすべて緑色に塗って袋叩きにあった前歴あり。作画監督大塚慎一郎。年齢、国籍、本籍地等すべて不明。現住所に該当者なし。原画板野二郎27歳。拳銃不法所持、爆発物取締罰則等の前科あり。昨年まで所属していた虎島動画社で演出助手を半殺しにして放逐されたところを宇野山に拾われる。同じく原画山下正一22歳。16歳で上京後スタジオを転々。現在住所不定、情緒不安定の傾向あり。原画北久保博28歳。経歴不明、住所不定、刃物に異常な執着を示す傾向あり。動画チェック千恵子と佐々木千恵。年齢不詳、赤堂鈴之助の頃からやっているとの噂あり。半田原を除けばクズばかりか。他には？もちろん無責任な噂なんだけど、出るそうよ、このスタジオにも。お客さんか？まあどのスタジオにもありがちな話だけどね。いや、映画一般として語られるような映画を作るべきじゃないとするなら、お客さんについてもまた一般的に語るべきじゃない。仏ほっとけ、神構うな。我々は観客を知らないからこそ映画において語り、あるいは隠す自由が可能になるんだ。それよりライターの伊藤の話聞いたか？ひどいありさまだったらしいわね。今回の仕事が絡んでるの？まだなんとも。でもなぜあんな死に方を。
映画の中で人は往々にして自分の腹の中にあるものをぶちまけたくなるものさ。確かにそこには多くの真実も含まれているが、同時に吐き気を催させるようなものも存在する。それにもかかわらずそれらをぶちまけるという行為がしばしばなされるのは、映画を作るということがいまだに魔術の行使のような特権的な行為とみなされているからに他ならない。伊藤もそんな錯覚にとらわれた男の一人だった。ライターが陥りがちな映画との孤独な対話は人を孤立させ、停滞と焦燥を生み、やがては自分の腹の中身をぶちまける事態を招く。だからこそ人は他者と語ることで映画を作るべきなのにな。ダイアローグが映画を前進させるか、変わってないわね。監督、色指定の綾と艶が。絵の具の瓶に頭でも突っ込んだか。どうしてそれを？え？二人が自殺するとも思えんが。でも誰が、一体何のために？バラバラ死体で発見されたライターの伊藤、そして色指定の綾と艶。まだまだ死人が出るかも。もしかしたらこれはもっと重大な事件の予兆に過ぎないのかもしれないわ。半田原君、急げ。大塚の作家の大塚のアパートだ。どうも、作家の大塚です。この動画が発見される頃、おそらく僕はもうこの世にはいないでしょう。何者かにドアを釘付けされ、外出することができなくなってから2週間、いずれ誰かが助けてくれただろうと高をくくって部屋にこもっていた僕が愚かでした。備えの食料を食い尽くした頃にはもうドアを破る体力もなく、助けを呼ぼうにも料金を滞納した電話は役に立たず、おそらくはこのまま緩やかな衰弱死を迎えることになるのでしょうが、思えばこれもまた運命、幻のアニメーターなどという不名誉な名を顧みることもなく、己の人生を怠惰のうちに過ごしてきた僕に人生のツケが回ってきたのかもしれません。ただその最後の時にあたり、今回の作品の作家として丸和監督から与えられたテーマについて体力の続く限り書き留めておきたいと思い、こうして鉛筆を取ることにしました。担当の
動画の方、栄養失調で手が震え粗い原画ですが、中2枚2コマで割ってください。キャラクターについて語ることには常にある種の困難が伴います。というのもキャラクターについて語るとき、人はより多く無防備で無意識に突き動かされ、それと気づかぬところでイデオロギッシュな立場に立たされるからに他なりません。ご存知のように通常観客はペルソナと呼ばれる映画的身体、すなわち俳優によって演じられる具体的な役という鍼灸を通し、主人公、敵役などの物語における役割や弁別可能で内面的人格を持つ個人としての鍼灸を了解するわけですが、アニメにあってはこのペルソナの実態をなす実在としての俳優が存在せず、このことが問題をさらに複雑回帰にしているのです。動きと時に応じ声優によって付加される音声さえあれば、アニメに不可能なキャラクターは存在しません。具体的な人物はもちろん、動物だろうが植物だろうがモンスターだろうが宇宙人だろうが、いや机だって椅子だってメロンパンだってただのぐっちゃぐちゃだって、内面的人格と特定の物語の具体的役割を担う存在として想像することが可能なのです。何でもどのよりでも描け、現実の俳優には決して演じられぬ夢のキャラクター。現実にはこの無制限な可能性ゆえに、アニメのキャラクターはこれに関わる人々のイデオロギッシュな要求、すなわち好みや思い入れを担いきれずに苦悶することになるのです。背が高いの低いの、髪が長いの短いの、美形だブスだ、男と女だ、子供だ親父だ。企画会議は紛糾し、監督は怒り、作家は罵倒され、スポンサーは呪われ、ファンはカミソリを送り、それでいて複数のアニメーターによって描かれた似ても似つかぬキャラクターがただ同一の音声によって演じられるだけで、いや時には声優の交代という非常事態をも受け入れつつ、疑いもなくその存在を到底される摩訶不思議。結局のところ、キャラクターとは映像触媒として観客の内面に増殖する実体を持たぬ存在であり、無数のエピソードやシチュエーションによって補強されたイメージに過ぎないのかと、監督の迷いはこの一点にあったようです。僕に与えられたテーマ、不在のキャラクターのデザインとは、そんな監督の新たな試みと密かな悪意とが生んだ妄想だったのかもしれません。映画の中で繰り返し語られ、絶えず話題の中心となりながら、一度としてその姿をスクリーンに表さぬ不在のキャラクター。不在であるがゆえに、ペルソナやその体積として発散される特定のキャラクターの神話的雰囲気という具体的鍼灸を必要とせず、内面的人格として認識されつつも、不特定多数の観客の視線にさらされることのないキャラクターそれ自身。ただ演出する者の意志のみによって根拠づけられた純粋にして究極のキャラクター。でも部屋にこもり続けてこうして死を待つ今となってふと思うのは、実は全く逆のことなのです。絶えず登場していながら、その実不在であるキャラクター、そんなキャラクターもまたあり得るのではないかと。 OK です。お疲れさん。どうもお疲れ様でした。達者なものね。せめて半分でも色がついてりゃね。もうちょっと音もついたんですけどね。いいのよ、結構な効果まで入ったし、いい作になったわ。遺作が先取りとは情けないで、検視の結果は？死亡時刻は推定1週間前。餓死だそうよ。胃の中は見事に空っぽ。伊藤さんのバラバラ事件の直後で、綾さんたちが溺死した5日前か。やはり同一犯人による連続殺人事件なのかしら。脚本家に始まって作画監督、色指定で、次はさあ、ただ何？今までの経緯を見ると、監督と打ち合わせた、もしくは打ち合わせしようとした順に殺されてるとは言えるかもね。
定番ですね。何が？どうして？だって音響と音楽は一連卓章じゃないの。バラバラ餓死溺死、次の殺しの手口は一体何でしょうね。さあな。連続殺人だかなんだか知らないけど、音響制作はね、その気になりゃ効果一つ、セリフ一つで登場人物の生死を決められるんだ。殺せるもんなら殺してみやがれ。映画への音声の導入、自らの出自を語り続けてきた映画がサイレントの盟友や巨匠の没落をめぐる悲劇としてその事情を過剰とも言えるほど情緒的に語ってきたのは決して偶然ではない。なぜなら音声の導入はまさに映画内の登場人物の新旧の変更として人間の実存をめぐる物語として開始されたからに他ならない。それ自身で閉鎖され自己充足していた映画、実存が本質に先行する無声映画にあっては人物はまず行為する主体として初めに立ち現れる。気がついてみれば世界はそこにあり、その渦中にいきなり放り出された彼は選択の余地なくそれを受け入れた後、行為することでその物語の中での役割を担わねばならなかった。彼が彼の物語を演じる以前のいわば未詳の記憶もないままに。だが音声を獲得した映画においては登場人物はあらかじめ犯しがたい内面、近代的自我を所有した存在としてまず姿を現し、脚本に指定された華麗なセリフを口にした後行動に取り掛かる。映画作りはこう言ってよければ定食ではありません。映画作りってのはさ、こう言っちゃなんだけど定食じゃないんだよね。映画作りってなよ、こう言っちゃなんだけど定食じゃねえんだ。しかもこの場合、音声とは必ずしも登場人物たちの肉声による対話や独白のみを指さない、彼らの内面における思考もまた映画にあっては音声として表現され語られる。確かに登場人物は語ることで無声映画の過剰で様式的な身振りの世界から自己を解放し、一定の役割を演じる行為者の心球からペルソナへと自らを押し上げた。そしてその同じ技術が所詮は抽象的な絵柄に過ぎなかったアニメのキャラクターに複雑な内面を演じることを可能にし、アニメは物語を語り映画になった。夜ごと繰り広げられるアニメのアフレコの狂乱の現場、それは映画がサイレントからトーキーへと生まれ変わっていく生成の歴史を繰り返し演じる祝祭の場であり、そしてその祭壇に絵のないフィルムという偶像をいただく異教徒のサバトでもあるのだ。アニメにおいて真に作品を司り、登場人物たちの生死はもちろん、その心の信用の動きに至る全存在を支配しうるのは音響監督を置いて他になく、その存在の前には監督といえどもたかだか映像を設計し制作現場を仕切る一技術者に過ぎず、監督に問われるべきは創造性よりもむしろその現場管理能力である。そしてその限りにはそこまでだ。茶番もこけ落としももう結構。私は映像の外側から聞こえてくる声に映画を語らせる気はない。確かに映画史によって声は常に映像に従属するとともに、いかなる場合も真理の声として映像に君臨し映像を地続けてきた。ナレーションを疑う観客はいないが、しかしだからこそ語
語っている声の主体が誰であるか、それを明らかにしなければならない。映像を支配する声、その声を根拠づけている力は何か見定めねばならないのはその正体だ。映像に添えて語られた言葉はとりあえず真実に聞こえるという作り手と観客の模型こそ、映画を捉えて離さない音声の呪縛、本当らしさを装い続けてきた映画が自ら陥った感性なのだ。事態は常に単純だよ。真実なのは語っているというその行為の瞬間だけだ。あんたただ映画は遅れてやってくるものによって意味付けられるという表現としての映画の宿命とシステム上の制約を拡大解釈して見せたに過ぎない。昨日今日の駆け出しならいざ知らず、無数の修羅場をくぐってきた私と小林君には通用しない。出番が早すぎたね。これ以降本作品内におけるナレーション等のオフスクリーンによる音声の使用は監督の権限においてこれを禁止する。待ってください。僕らを守ってくれるんじゃないですか。契約外ですな。ですからそこをなんとか。河合さんでしたっけ。映像ってやつは本来少しも危険なもんじゃありません。客観的で公平で、そう言ってよければ民主的なものです。だがある種の映像と音楽が結びつくとき、それは魅惑的で時として人を破滅させる危険性をはらむ。だからこそ音楽は映像の忠実なパートナーにしておかなければならんのです。一人にならんこですな。失礼。ちょっと待ってください。だからよ、上がらねえで済むのかよ。上がらねえで。だからお前がそこで泣いてたってしょうがねえだろ。いいから俺の言うこと聞け。うるせえなこの野郎。スカーもしもし、虎島動画さんでしょうきゃ。私千恵と申します。はい、恐れ入りますが、原画の宇都宮さんを。ハイジさん、お忙しいところ恐れ入りますが、作家のキセさん、お願いします。エンドちゃん、ちょっと手貸してほしいの。そう、獲物持ってきてくれるにゃ。カナダさん、あたし、お元気？
作家の大塚で4人目。セオリー通り考えるなら犯人はこの作品の関係者で、被害者の死によって何らかの利益を享受するものってことになるけど、問題はその利益の中身だな。映画の進行の妨害？被害者は共通して映画についてさんざっぱら語った後に殺されている。前任者の意図を実現するのが我々の仕事であり、それを妨害するのが目的なら犯人の手際がいいとはお世辞にも言えんな。実際彼らはよく喋ったよ。自己言及こそが優れて映画の属性であるとはいえ。参考になった？えそいつはまた別問題だ。語られた映画とは実は常に映画の記憶のことでしかない。指し示すことはおろか引用すらできず、語ろうとするときには提示することも不可能で、しかも他者との共時的体験すらない個的な経験。それが映画を見るという行為の実相だ。人は自分が見たものを言葉で表すことはできない。見るということと見たことを言葉で表すということの間には結局は何の関係もないんだから。映画を見ること、見たこと、見た映画について語ること、そして映画を見ることについて語ること、これらの行為の間にはいかなる共通項も存在しないし、複数の人間の間においてはもちろん、同一の個人にとっても一本の映画が同じ体験として我々の前に立ち現れることは、テキストとしてのフィルムが単一の存在であるという幻想を前提としてしかありえない。そう、ある映画を正確に語ることが可能な場所、そんなものがもしあるとするなら、それは現に進行しているその映画の中を置いて他にないのかもしれない。第二集中治療室までおいでください。よ森田さよよまさに四面楚歌だな。スタジオの連中殺気立ってるぜ。演劇は観客の融合、そして映画は孤立を解くさ。すまないね、また面倒かけるよ。なに、辻褄を合わせるのが俺の仕事さ。まだ出番には早いが顔を出しておこうと思ってね。何でも二度は見てもらわなきゃならんのだ。常に二度見る必要があるんだ。二度見る、それによって二つのものの間を結びつけ、ある関係を打ち立てること、それこそ俺が編集と呼ぶものであり、映画の正しい見方でもある。二度見る必要があるんだ。二度見る必要があるんだ。二度見る必要があるんだ。何度でも見る必要があるんだ。それでわざわざ編集は律儀でなきゃ務まらんさ。作業に入るには材料不足のようだし、今日はこんなとこで。バタバタ勝手にくたばりやがって。納期は目前だってのに予告すら上がらない。一つ聞いてもいいですか？いつから渡り演出なんでしょうか？報酬はいいかもしれないけど大変じゃない。敵ばっかりでどっかのスタジオにじっくり腰据えてさ。いい仕事ってのは常によその場所で、それも亡命の状態に近い状態でなされるものさ。レーニンはその思想の全てをロシアの外にいる時に結成したそうだ。当時ロシアの民衆は飢えに苦しんでいたが、レーニンはといえばチューリッヒの近くの産地をサイクリングしていた。人間はそうした状態の中でこそ、同時に2つの場所に身を置いた時にこそ最高の施策を持つことができるもんだ。同時に2つの場所。
そう、自分が二人の人間になるようなそんな状況。それにしてもこんなことやっとってなんとかなるんですかね。あっちからこっち、こっちからあっち、ただ移動してるだけじゃないですか。映画が主張するのは常に別の場所、別の空間さ。移動することで映画は作られる。見てみろよ、映画は今目の前にある。おい、しっかりしろ。大丈夫か？なかなかやるじゃないの。渡り演出腕が好き放題やりやがって。ここがてめえのフィルモグラフィーのつけるところだ。やっとしまい。あう監督、この写真銃は秒24コマの速射が可能だ。奴らが被写体の掟を破って9フィートラインを踏み越えたその時が勝負だ。行け。害虫部隊の動員に失敗し、決死の襲撃をかけた3人も自滅した。しかし事態はなおとどまるところを知らず、姿なき殺人者の魔の手は他のスタッフたちにも及んでいった。翌日、死の影に怯え行方をくらましていた作曲家の河合が逃亡先の湯河原で溺死体となって発見され、その連絡を受けた半田原があんさん、私たちの唯一の協力者、無能な信仰たちを率いて奮闘していたデスクが倒れ、とどめを刺すように音響監督のしじみがルージュに混入した毒物によって殺された。私の影見えないよとカーテンの向こう声がする。指先で上げた
はなら空っぽ気のせいだね誰もいない探してた過去は偽物懐かしい日々もここにはないさよなら言えなくてすれ違う時のねじれ光が照らす時の裏あなたは遮る月が満ちて変わる色光は影と混じらない閉じた世界に見せられていつか落ちてゆく青いガラス透かしたら影の自分に会えるかも色のない縁取りあざ笑う同じ夢見てただけすり替わる一人と一人光が照らす時の裏私が遮る月が満ちて変わる色表は裏の裏だから非常口の扉から明日を探してる明日を探して眠れないのか。少しでも休んでおいた方がいいぞ。迫り来る納期と時を競うかのごとき事態の急転。それでも映画の進行はひとときの猶予もなく流れ続けなければならない。
だがこの頃から私はこのスタジオに足を踏み入れて以来絶えずつきまとって離れなかった奇妙な感覚の正体に気づき始めていた。お近くのお電話をお取りください。業務連絡、大村先生、出前の鍋焼きうどんが届いております。冷めないうちにお召し上がり。見慣れたいつものスタジオ、いつもの光景、そしていつもの顔。だが何かが違う。中央エレベーターは午後2時より死体搬送専用となります。状況はまさに最悪だった。停滞し続ける作業、謎の連続殺人によって脱落していくスタッフ、そして何か重大な事実を隠し、おそらくは私を監視しているであろう助手の民子。そしてあろうことか、制作への執念ゆえにゾンビと化してよみがえった半田原。この二人とパーティーを組みつつ、私はなお正体不明の映画を完成させねばならないのだ。
今回は強引な展開だったな。つなぐのに苦労しそうだ。映画につながらないカットなんざ存在しないさ。これさえあればな。思いもかけぬ侵入者や予想外のカット、それらを取り込む力によって映画は未完成のシステムたりうるんだ。重要なのはつながるカット間の節話的な整合性じゃない。相互のカットにいかなる関係を見出すか。そうだったな。始めようか。失踪した監督の残した未完の映画をめぐり、予告通りに展開する連続殺人。犯人を特定し、その動機を提出することで自動的に全ての謎が解けるという常識的な線でつないでみたんだが。そいつはどうかな。これだけやりたい放題を重ねてきたんだ。ありきたりな。つまり現実的な解決で終わるわけがないと考えるべきだろうな。おい、まさか脱構築だのメタフィクションだのポストモダンを始めるんじゃ。すまんがその気配は濃厚だ。考えてもみろ。死んでいったスタッフたちに前任者が与えた命題を。不在のキャラクター、映画という物語、ルールを作りながら遊ぶゲーム。確かにプンプン匂うわね。娯楽映画だって言うから引き受けたんだぜ俺は。なんせ仕掛けた張本人が不在なんだ。諦めてつなぎ直すんだな。とりあえず連続殺人そのものが存在したかどうか、その辺から始めるか。そこまでバラすのか。後ろを見てみろよ。一度死んだ男がゾンビとして今もこうして物語に参加してるんだ。他の連中が俺に隠れて、例えば夜中にこの小林君あたりとお茶を飲んだりしていないとなぜ言える。映画の登場人物の死、そんなものはいつでも覆しうる物語上の約束に過ぎない。偽装、替え玉、思い込み、なんならサイボーグとして復活させるという強引な手だって使えるんだ。リアリズムの限界を踏み越えて事態が進展している以上、今までの経過を既定事実として絶対化することは危険だ。やれやれだな。はい、編集室。はいはい、ありがとう。田原と半田がラッシュの受け取りにこっちに向かったそうです。ここらでコーヒーブレイクといくか。物語を強引に中断させる豊かな香り。ゾンビも目を向く深い味わい。混迷する物語に疲れたひととき、違いのわかるあなたのドッグブレンド。冗談じゃねえぜ。人間様があんなゾンビにこき使われるなんてよ。あんな化け物にこの映画のデスクを任せておけるか。今に見てろ。そのうち俺がこの手で。そりゃ順番から言ったって時期ですかおめえ。でも俺なんか、でも俺なんか、でも俺なんか。デスクに住人の暁にはあの渡りにせよる犬市場に叩き出してやる。おい。
1932年3月14日、アメリカ人ジョージ・イーストマンは財産の処分に関する希望を弁護士立ち会いのもとに認め、弁護士の帰宅後ピストルで自殺。映画の真の発明者ルイ・エーメ・オーギュスタン・ル・プランスは1890年秋、ディジョンにいる兄弟を訪ねた後、9月16日パリに戻る列車に乗車した瞬間から消息を絶ち、遺体も荷物もついに発見されなかった。紙のフィルムを用いて両4コマで撮影可能なカメラを作ったイギリス人ウィリアム・フリーズ・グリーン。1921年、彼はとある映画人の集まりで誰一人彼のことを知らない聴衆に向かって声高に演説している最中に死亡した。自然科学者エミール・レイノ。彼は何一つとしてうまくいっていないという憂鬱にとらわれ、1910年彼のフィルムと装置をセーヌ川に投げ込み、1918年イブリーの療養所で死亡した。そして偉大なるグラン・メリエス。1896年から1914年の間に4000本に及ぶ大量の映画を作った彼は、1930年代にパリのモンパルナス駅のキオスクで2番目の妻と土産物を売って生活費を得ている姿を発見され、1938年6月21日に死んだ。映画史の裏に忍び寄る不吉な影とは何か。真実を語れば全世界を凍らせる。トーキングヘッドカミングスーン。まあとりあえずこんなところか。本番中に白身を差し替えて、初号は明日の午後ですね。ああ。あれ、森田さんは？いよいよ大詰めだな。どうしてもやるの？真相の解明とともに終幕を迎える。謎を追って展開してきた以上、これ以外に物語を終わらせる形式はないさ。全てを仕組んだものの告白になるか謎解きになるか、それは知らんがな。いずれにしても生き残ることで全てを語る資格を得ることになるんだ。板野を呼んでくれ。
直してもらおうか。聞こえねえな。意味ありげに最後まで残ったお前のその存在自体がリテイクだ。いっぺん生まれ直してもらおうか。変わり身。後を取ったぞ。出てこい。呼んだ。愚かな。出てきたまえ。君の番だ。どうした？今さら何を迷う？君か俺か。生き残った方が真相を語り、新たなスタッフを招集してこの作品を仕上げる。他に道はない。どうせ映画の最後で語られる真実が唯一無二のものであるわけもない。確かに。でもここに残っているのは私たちだけではないわ。あなたはとうに気がついていたはずよ。もしかしたらこのスタジオに足を踏み入れたその時から、ただそれを認め受け入れることを拒み続けてきただけ。何の話だ？私にはようやく分かってきたわ。
名のみで正体のわからぬ映画、順を追って殺されていったスタッフたち、彼らは与えられた役割を忠実に演じながら、その一方で事態の真相を示唆していたのよ。映画という物語、絶えず語られ話題になりながら決して姿を現さない人物、フレームの外にあって状況を支配する存在、まだまだあるわ。あらゆる事件の背後にその影を落としていた人物、すべてがその意図を実現すべくその構成に従って展開されていた。そう、映画は今もスケジュール通りに進行しているのよ。前任者は失踪したわけでも死んでしまったわけでもないわ。今もこのスタジオのどこかでこの作品を演出しているに違いない。前任者の意図を実現すべく登場したあなたや私も、所詮は物語の中の一登場人物に過ぎないわ。最後に残って真実を語る者、それはあなたでも私でもない、彼よ。お疲れさん。さすがにあの男が仕込んだ優等生だ。見事な仕上がりだ。それにしてもうかつだったよ。今回の作品にかける彼の異常な執念を知りながら、その卑怯な言動に皆が気づき始めた頃にはもう人格分裂を引き起こしていて、現場は混乱するわ、作業は止まるわ、苦情を言う私と医者の顔の判別もつかなくなってしまっていてね。医者に言わせると、破綻した人格を救出するために作り出された第二の人格なんだそうだが、それにしても渡り演出とはな。三つ子の魂100までってやつか。その必要があったんです。ん？もともと映画は一人の演出家の手に余るものだと
そう教えられてきました。自分一人で無理なら第二の自分を作り出せと。監督が救出しなければならなかったのは自分自身ではなかったはずです。もしかしたら私自身監督の作り出した第三の人格だったのかも。おいおい勘弁してくれよ。今度は君の番か。監督ってのは時には自分のスタッフに殺意にも似た複雑な感情を抱くそうだが、そんな妄想に付き合わせちまって君やみんなには申し訳ないと思ってるよ。彼が正常に戻ることはなかったが、作品はこうして世に出る。私も無駄な投資をせずに済んだわけだ。君はよくやったよ。見事に前任者の意図を果たした。確かに映画は今目の前にある。